アレクサンドロス大王と彼の父フィリッポス2世。イントロダクション。このブログでは、歴史の偉大な人物、アレクサンドロス大王と彼の父、フィリッポス2世について語ります。ずんだもんと四国メタンの対話形式で歴史を楽しみます。皆さんにも彼らの生涯や業績、また彼らがどのようにして、歴史に名を刻んだのかを楽しく理解していただけるように、彼らの人生を通じて歴史の一部を探る旅に出ましょう。アレクサンドロス大王。アレクサンドロス大王って誰なのだ？アレクサンドロス大王は古代マケドニアの王で、彼の統治下でマケドニアは大帝国に成長したの。彼はその軍事戦術と戦略で知られているわね。彼の軍はとても有能で、彼の指導の下でマケドニアは強大な力を持つようになったの。彼の壮大な遠征は彼を歴史上最も偉大な軍事指導者の一人にしたの。彼が統治した期間はマケドニアの黄金時代ともいえる時代で、彼の影響はその後の世界史にも大きな影を落とたのよ。フィリッポス2世。じゃあフィリッポス2世って誰なのだ？フィリッポス2世はアレクサンドロス大王の父親で、彼もまたマケドニアの王だったの。彼はマケドニアを統一して軍事力を強化したの。その結果、彼の息子であるアレクサンドロスが大帝国を築く基盤を作ったの。フィリッポス2世はまた軍事戦術と外交策略の名手としても知られているの。彼の統治はマケドニアの黄金時代の始まりを告げて、その影響は息子のアレクサンドロスの統治期間にも引き継がれたの。彼はマケドニアの強大な軍事力と経済力を築き上げて、それが彼の息子アレクサンドロス大王がさらに大帝国を築くための基盤になったのよ。二人の関係性。それならアレクサンドロス大王とフィリッポス2世の関係はどうだったのだ？フィリッポス2世は息子のアレクサンドロスを厳しく育てて、彼に政治と軍事の教育を施したの。彼はアレクサンドロスに軍事戦術や政治の理解を深めさせて、彼が将来王になった時に準備ができているようにしたの。アレクサンドロスは父の遺産を引き継いで、それを拡大することに成功したの。彼は父の建設した帝国をさらに広げて、その結果、彼は歴史上最も偉大な帝国の一つを作り上げたの。彼らの関係は、フィリッポス2世がアレクサンドロスに対して厳しい教育を施したこと、そしてアレクサンドロスがそれを受け入れて、自身の知識と技術を高めることで成り立っていたのよ。まとめ。彼らの関係性とその影響は、歴史の大きな一部を形成しました。歴史は単なる事実の列挙ではなく、人々の物語であり、その物語を学ぶことで我々は過去から多くを学び、理解することができます。アレクサンドロス大王とフィリッポス2世の物語は、勇気、野心、そして偉大な指導者がどのようにして歴史を形成するかの素晴らしい例です。彼らは、自分たちの時代を超越し、今なお私たちの心と知識を豊かにする存在となっています。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。